Thank you. Good evening. こんばんは。いつも見てくれてどうもありがとうございます。もうそろそろ始めますね。今、チャット打っています。はい。じゃあね、そろそろ喋ろうかな。My name is 踊る夏子 but 踊る meaning、踊る means、dancing in Japanese. Dancing 踊る So please call me 夏子 Okay? Can you tap now for me? 今ね、夜なんですよ。Now? In Japan? Time 23 o'clock. So I can't more much sound. I can't dance on shoes. なので、裸足だったら踊れるんだ。これね、これが好きな人が多いですね。これですか。はい、今夜なので、ちょっと音が出せないんですけど、ね、これ好きな人多いですね。これは、オックスフォードタイプのフェムオックスフォードっていうタイプですけど、女の人用で紐靴ってあんまり売ってないんですね。これはオーダーシューズです。This is semi-order、フェムオックスフォードタイプ。でね、なんか今外国の人が結構見てる感じなのかもしれないけど、私家でよく履いてるのね、これ知ってるかな？タビって言うんですけど、靴下みたいだけど指で分かれてるタビって言うんですね。こういう風になってて、 This is Japanese traditional socks タビはいはい、じゃあね、この一人でいる夜にっていうのは、日本のタップダンスに興味があるかないかは分かんないですけど、まあ日本語で喋りますね。で、後でまた翻訳つけますので、英語の方々なんとなくそれでお楽しみください。I will put on なんだっけ、トランスファー。So now I I'm talking in Japanese ね。英語がめちゃくちゃですね。なんか英語使ってないと全然出てこなくなって挨拶もできないですね。はい、ちょっとね今日はね私すごいずっと会議してたんですね今日。でなんか体がバキバキなので一緒にストレッチしましょうか。みんなそんな夜寝る前かもしれないですけど、寝る前にストレッチしてから寝るとすっきり眠れるんですよ。なのでまあじゃあ座ってる寝てる人もいるのかな。なんかちょっと一緒に頭回しましょう。Please follow me。はあ、首ね、首が回りますかちゃんと。これこうやって回るときはね、まだ肩こりとかそうでもないっていう感じだと思いますよ。
ゆっくり頭の重さで回しましょう。はい。で、この辺がね、肩のこの辺が硬くなってるかなと思うので、よいしょ。手を後ろで組んで、ギュッ、ギュッってやるといいですよ。これすごい効くと思います。ね。これで肩甲骨と肩甲骨の間をギュッとすると結構肩こりに効きます。やってみてください。ね。はい。で、あとはこうやってここに肩に手を乗せて8の字。8の字。まずね、後ろから前に回すといいと思います。イエーイ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 。はあ。で、これね、肺も動くんですよ。だからなんかすごい急に勝手に呼吸が起きるっていうか、息吸わなくても肺の中をゴーゴーね、風が吹く感じがします。で、これ後ろ回りが結構きついのでやってみてください。ゆっくり後ろ回り。はあ。みんなもやってね。はい。ちょっとこれでいいかな。なんかね、ずっと今日は打ち合わせというか、会議をしていたんですけど、私、こうちっちゃいところをずっと見る習慣がないまま大人になってしまったというか、大人になってもずっと遠くばっかり見ているので、近くをじーってずっと見るっていうのがね、なかなか慣れてないですね。この1年でだいぶパソコンを見るっていうのに慣れましたけど、ね、あとこうやってカメラを見てお話しするっていうのもだいぶ慣れましたけどね。この向こうに誰かがいるんだと思うと嬉しいですね。みんな元気ですか？はい。なんかね、はあ、今週ね、私思ってたことがあって、あの、その広々したいつも外ばっかり見てるんですよ。なんて言ったらいいかな。空とか森とか、その辺の草とか、そんなのばっかり普段見てるんですけど、でね、これ昨日ノートっていうブログにも書いたんですけど、あの裏庭をね、見ていると、すごい下草、地を這うような箱辺とか、お犬のふぐりとか、タンポポとか、そういう地を這う草があって、母子草ぐらいの、これくらいの高さの草、あと雪の下、みんななんか地面からこれくらいの草があって、で、もうちょっと高くなると、姫ジョーンとか、ね、背高くなってお花咲くものがあって、で、さらにそれより大きく、こう、今度はね、食べたビワとかみかんとかが木になってもう生えてくるわけですよ。というのは私は食べたものを全部こう種とか皮は庭に埋めてるので、そうするとね、勝手にどんどんね、なんか入ってくるんですよ。じゃがいもとか。だから庭がね、どんどん豊かになってで、今すごいですよ。庭はもうじゃがいもは茂ってきたし、菊芋っていうね、去年苗をもらって植えた菊芋が収穫しきれなかったんですね。どこに埋まってるか分かんなくて。っていうか忘れてて収穫しきらなかったものが全部芽吹いちゃったので、今ね、庭の一角が菊芋が密集しちゃってるんですね。あれはちょっとどうにかしなきゃいけないんですけど、とにかく別に何か買ってきて畑をしようと思わなくても、普段食べたものの生ゴミを埋めておくだけで庭は畑に勝手になるんですよ。で、それを見ていて、でいつもね、
午前中はずっと裏庭を眺めながらコーヒーを飲んでるんですよ。で、ぼーっとしてるんですけど、一応そのメールとか本読むとか、なんかしらはしながら、仕事のふりをしながら庭を眺めてるんですけど、庭ね、すごいなと思って、この裏庭には実は全世界があるって思ったことがあってね。で、その裏庭っていうのはすごく密集してるんですけど、全部高さが違うし、その育つ周期も違うんですよ。一年草は一年で入れ替わっちゃうし、次の年生えてこないこともあるんですけど、そういう木みたいに何年もかけてちょっとずつ大きくなるものもあるじゃないですか。で、そういう全てが密集してるけど、問題なく全部そこにいるっていう感じになっていて、で、そこに虫も来るし、蝶々が卵を産みに来て、で、その蝶々を狙って猫が遊んでいて、みたいな。で、虫を食べに鳥がやってきて、猫が鳥を捕まえて食べるとか、いろいろなことが起きるわけですけれども、裏庭を見ていると全世界があるなって思ったんですね。これだけいろんな種類の、それ草だけだってこれだけいろいろな種類のものが全く違う性質とかを持ちながら同じとこにいて、別に相手のことが見てないかもしれないじゃないですか。見えないかもしれないし、そういう感覚でいないかもしれないけど、同じところにいて世界を作ってるなって思ってるんですよ。で、それでね、裏庭を見るのが好きなんですけど、で、放っておくとまた新しいものが生えてきたりするんですよ。なんかしなくても新しい草が生えてきたり、それは鳥が運んでくるのか、あと何か土壌が変わって、草が育つ間に土壌を変えてってるらしいんですよね。窒素を増やすとかいろいろなことをして。で、それで環境が変わると次の年に生える草が変わるみたいなんですよ。で、そうやって環境が自動的に変わるので生えてくる草も変わって景色は毎年違うんです。これすごくないですか？何のコントロールもしてないから毎年違う庭が見れるんですよ。でね、それで私はずっと裏庭を観察してるんですけど、もうこれ変な趣味の人ですよね。で、その土ってそうやって草が育てば育つほどふかふかに、ね、なっていくんですよ。みんなどんどん入ってきてくれてありがとう。Good evening. Thank you. Thank you. Thanks for coming and watching. はい。それで、ね、土がふかふかになっていくってどういうことかっていうと、ザーザー雨が降った時にちゃんと水を吸収するから、なんか水浸しになんないんですよ。すごい雨が降っても。草を抜いちゃったような、なんかきちんとした町内会とかでだと草抜きますよね。私も草抜きとか参加したことありますけど、ああやって根っこから草を抜いちゃうと土がギュッて締まって、隙間がなくなっちゃうから水が染み込みにくくなるらしくって、でそうすると水がすごい大雨の時とかにびしょーって水が溜まりやすくなるらしいんですけど、とにかくそうやって土もふかふかなんで生ゴミも埋めやすくなっていくんですね。どんどんね。で、この話まだ続くんですけど、でその生ゴミを埋めて豊かになった裏庭をずっと見ていった時に、私ね、なんでタップダンサーになったかっていうと、音楽にすごく憧れを持ってたんですね。で、自分では気がつかなかったんです。なんかすごく音楽に憧れがあると思っていて、音楽をやってみたいっていうふうになんか思っていて、でも私はダンスしかできなかったので、ダンスで音楽できないかなって思っ
思ってるほど思ってなかったんですけど、タップダンスに出会った時に、これは音楽ができるかもしれないって思ったんですね。で、今に至るんですけど、でもじゃあ音楽って何かっていうと、なんかこうすごく大好きなミュージシャンがいて、なりたいっていうのがあるとかじゃないんですよ。とか、何か特定のこの音楽がどうしてもやりたいとか、そういう感じでもないんですよ。はい。Thank you。はい。で、ただこう漠然と音楽への憧れっていうのがあったんですけど、で、音楽の構成要素としてリズム、メロディー、ハーモニーっていうこの3つがあるって、よく言われることですけど、で、それは常にこう頭の中にあって、ハーモニーって調和じゃないですか。だからそのリズムとメロディーがあって、その全体が調和した状態なんだなって思っていたのが、この間裏庭を見ていた時に、裏庭が音楽なんだって思ったんですよ。どういうことかっていうと、リズムっていうのは何かっていうと、こう繰り返されることなんです。これ1個だけじゃリズムって言わないんですよ。ね、これだとリズムって言わないんですよ。これがこうやって繰り返されるから、ね、こういうのをリズムっていうわけです。だから例えば朝が来てお日様が昇って、夕方にお日様が沈むみたいなのがリズムなんですよ。朝が来て、また夕方が来て日が沈む、朝が来て、でこういうリズムがあって、で月はもっと大きく28日とかで月がこうないところからギューって大きくなってって満月になって、でまたこれが減ってって、で新月になってっていう月のなんかこういうね満ち欠けがあるじゃないですか。でこれもリズムですよね。ちょっとさっきとは周期が違う、一日とは違うけど、またこういうリズムがあって、でもさらに季節っていうリズムがあるじゃないですか。でそういうのがリズムだよね。でじゃあメロディーは何だろうって考えた時に、メロディーはその一つの草が、タンポポが葉っぱを出して芽を出してパカッと黄色い花を咲かして、で次にこれがふわふわの綿毛になって、綿毛が風で飛んでいって、どっかにまた種をっていうこの一つのストーリーみたいなことが、メロディーですよね。動きでもあるし人生でもあるし、それが虫の場合もあるし、でもその間にもっといろんなメロディーがあるじゃないですか。タンポポにテントウムシが来たよねとか、このタンポポ女の子に摘まれてどっかに持ってっちゃった、持ってかれたけどこっちでまた咲いたとか、いろいろなメロディーがねありますよね。でそれが全部の草にあるわけですよね。草だけじゃなくて、木とか、その木の下に埋まってるセミとか、10年埋まってたセミが今年出てきたよ、ミーミーミーみたいなこととか、そういう全てがメロディーじゃないですか。ね。でじゃあハーモニーっていうのは、だから私が見た裏庭だなって思ったんですよ。この全ていろいろなそういう違う人生っていうと変だけど一生をなんかやってる草たちが全部そこにいる。で今本当に新緑が美しくて、緑だけで本当に色彩が豊かだなっていう感じに緑なんですね。お庭も周りの景色も。日本は今緑が美しいんですね。でそれでその時に音楽に全部あるじゃんって思ったんですけど、裏庭が全部あるんだって思ったんですけど、それは逆で、そもそも音楽の発祥っていうのが、このなんかこの豊かな世界を、
再現する方法としてリズムメロディーハーモニーっていう風にこの日とか太陽とか月の満ち欠けや一つ一つの生き物の一生とかそういうことをリズムとメロディーとハーモニーっていう構造に置き換えて再現したんじゃないかなって、それが音楽なんじゃないかなってね、今週はねそう思ったんですよでだから私が音楽がやりたい、音楽に憧れてるって思ってたのは、つまり裏庭つまり私は裏庭をやりたいのねって思いました。はい、もうすごい一人でねこうわーって喋ってますけど、なんかずっとねちっちゃい時も森にいたんですよ。井の頭の森にね。だからなんかそういう音が、風の音、水の音、地面を踏む音、枝の折れる音、なんか風が吹いて葉っぱがガサガサ揺れる音みたいなことが常にこう聞いてた音なんだろうな。うん、なんかまあわかんないですけどまあ自分が音楽に憧れがあるっていうのは何に憧れてるのかなって思って、いるんですね。でなんかそれが人から生まれる、楽器の音でもそうだし歌でもそうなんだけど、その全世界みたいなものが人から生まれるっていうのがすごい素晴らしいじゃないですか。うん、と思ってなんか一人で感動してたんですよね。でまあ私はタップダンサーなんですけれども、まあそんな風な豊かなこの世界っていう風に踊れたらいいなって思っています。はい。じゃあねちょっとすごいベラベラ20分ぐらいこの話をしましたけど、今週はね実は私は、そんなことを裏庭を見ながら考えつつもちょっとねお勉強してたんです。何読んでたかっていうとね、ビジネス書ですよ。はい。私ね、NPO 法人足音でつながろうプロジェクトというのの代表に、ね、なったんですね。で、まあ10年間任意活動というか、まあ、ボランティア活動として、まあ、仲間たちとやってきたんですけど、やっぱりもっとこのことを継続したりより広げていくためにはちゃんと法人にしないとねっていう話はずっとあって、で、まあ、コロナのこの機会にまた新たな事業をこう立ち上げたりしながら、これにはもう絶対法人が必要だねってなって、もう仲間みんな協力してくださって法人ができて、でじゃあ私が代表ねってなったんですけど、私だからそんな庭ばっか見てるじゃないですか。ビジネスって分かんないじゃんって思ったんですよこれまでもいろんな人が話してることが何言ってるか分からないなっていうことはよくあって、それは多分ビジネス的なお話なんですね。分かんないなっていうことは大抵の場合でも、いろんな人がいろんなことを教えてくださったので、なるほどそういうことですねって分かるとかはやってきましたけど、まあ、根本的にビジネスって何だろうとか分かんないなと思っていて、まあ、でもこの代表になったじゃないですか。だから代表の人って何をしてるんだろうなって改めて思って、でなんかこう周りの人がね誰々とか誰々とかの本とか読んだらいいですよって教えてくれたので、図書館に行って松下幸之助って言ってたなとか、本田宗一郎って言ってたなとかってドサーって本が出てきてガーって読んでるんですけど、
で、私こう読み物は読めるんですよ。なんだろう、文章。なんかこう書いてある文章って全然意味わかんなくて読めないんですけど、こう文章は読めるんです。だから、読んでて、なるほどって、読んでて面白かったんですけど、面白かったんですぐらいのなんか感想で全然ビジネス書を読んだことになってないじゃないかって思うんですけど、まあ読んでて思ったのは、やっぱりその世界が良くなるためになんかしようよっていう人だなって思ったんですね。こういうビジネスで有名な経営者っていう人、うん、なんだなと思って、でちょっとまた他の人のお話も読んでみようなと思ってるんですけど、ね、勉強勉強します。はい、で私、そうなんですよね。あのダンサーの中にもすごくいろいろな方がいて、スタジオ経営とかされてる、ね、仲間なんかはもうやっぱりちゃんと知ってるわけですよ。それはだからビジネスをやってるわけですよね。私ね、もっと本当にタンポポの綿毛みたいになんか「はーい」って言って「はーい」って言ってここまで来ちゃったんですね。ちょっと意味わかんないですね。まあ何か自分が見つけたことをすごく一生懸命やってるとお仕事が来るっていう風になってたんですよ。だからなんていうか、計画的に何かあまりやらなくても、その時自分がこれを今やるんだっていうことを一生懸命やってると、自然に問い合わせが来るっていう方法で生きてきちゃったんですよ。なのでなんていうか、その法人という組織に対してもうそれでいいのかどうかみたいなこととかも、こういうちょっと他の人はどういうふうにされてきたのかなって読んでみています。で、私がなぜそんなタンポポの綿毛のように何も考えず何も心配せずになんかいられたのかというと、まあいろいろ大変なことが多かった中で、大変なことに注目してもしょうがないから、そのことを考えるのをやめて、あのちょっとやりたいこととか楽しいことの方だけに注目して生きようって思ったことがあって、もうそのなんか大変な部分っていうのを自分で一生懸命見たり考えたりするのをやめたことがあったんですよ。で、やめて今みたいにパープリになったわけですけれども、あの多分パープリンって自分で言いますけど、かなり抜け落ちてる部分があるんですけど、まあまあそれもね、もうしょうがないんで周りに助けていただいていますが、で、あのなんかこれとかはね、大人になってから買いましたけども、これネイティブアメリカンの人たちのこういうのね、この地球で良い暮らしを送るためにみたいなことで、なんていうかインディアンと言われますけど、アメリカにもともといた先住民の人たちのね、なんかパッて今開いてここ読みますね。知識は風のようなもの。それが自分のものになれば好きなところへ行くことができる。みたいな。なんかこういうこと書いてある。そうですよ。だからもうね、私も本読んで。これが自分のものになればどこにでも行くことができる。そのネイティブアメリカンの人たちの考え方って、例えば土地は自分たちのものではない。自分たちがそこに暮らさせてもらってるけど、自分たちのものなんかではないから、それを買うって言われても売ることはできないっていうふうに考えていた人たちなんですね。なんかそういう考え方を、なんていうかな。これ私子供の頃ずっと外で遊んでたこともあって、
自分はインディアンの酋長の娘だったんだって言い張っていたことがあるんですけどそれでここにカラスの羽とか拾った羽とかここに刺して、まあ、棒を持ってその辺で遊んでたんですけどでなんかそれを大人になってからこういう本を読んで、なんかこの考え方の方が今日本で普通に言われてることよりずっと自分にとって懐かしいし、なんかこうしっくりくるなって思っているんですね。まあ結構いろいろなんか神様的なことももうなんか書いてあるし、でもこう宗教というよりはこの地球、宇宙、天、空、太陽みたいなその自然そのものの中にこう自分がいるっていう感覚がすごくこうなんか自分にとってはしっくりしますね。大地が聖なるものだよっていうね。なんかちょっとネイティブアメリカンのことを、ね、詳しい方とかいると思いますけど、ヒーリングやってたりとか、ね、なんか天然石が好きだったりとかいらっしゃると思いますけど、まあなんかこれは割と私にはねしっくりくる話なんですよ。ということでね、あっという間にベラベラ喋って30分がね経ってしまいまして、結構ね見てくださってる方もいてありがとうございます。これ私が誰かと喋りたくて始めた番組なんですけれども、日曜日の夜23時から23時30分なんかこんな風にねちょっとお話ししますので、また来週もよかったらお立ち寄りください。はい、そしたらねにゃんこと買いましょうかね。はい、ということで今日の、一人でいる夜にはおしまいにしようと思います。またね、皆さん明日から良い一日をお過ごしください。でよかったらここチャンネル登録していってください。普段はねタップダンス踊っている映像がたくさん上がっていると思います。ということで、Thanks for watching. Bye bye. Good night. みんな見てくれてありがとうございます。それではありがとうございました。踊る夏子でした。おやすみなさい。